こんにちは。今回はトム・フォードの2023年ホリデー限定アイシャドウソレイユアイカラークオード01ルミエールディビエールについてレビューしていきます。日本での発売は11月3日なんですが、イギリスのセルフリッジズですでに販売されていたので速攻購入しました。雑誌などに載っていた写真と少し色の印象が違いました。でもとても綺麗なパレットでしたので、気になっている方はよかったらご覧ください。スウォッチです。腕のスウォッチ、まぶたのスウォッチをしていきます。左上は白っぽいベージュのマットです。色味は明るめのパウダーファンデーションのようなカラーです。右上は薄いトープカラーをベースに微細な多色パールがきらめいています。ベースの色味自体はそこまで濃くないかなと思います。左下は白の中にかすかに青みを感じるベースに微細な多色パールがきらめくカラーです。指のスウォッチではかすかにピンクっぽい光沢感も感じます。まぶたではちょっとつけただけでも意外と存在感のあるシルバーシマーです。シマー2色を比べるとパレット左下のシルバーシマーの方がきらめきは強めかなと思います。右下はスウォッチだと単なる焦げ茶に見えますが、まぶたに塗り広げていくと若干赤みや紫みを感じるカラーです。濃いマットカラーは広めにのせることはあんまりないかなと思いますが、ブラシにアイシャドウをよくなじませてから使うと使いやすいと思います。全体を見るとこんな感じです。マットがベージュとブラウン、シマーがトープとシルバーが入っています。雑誌の説明なんかを見ていると、日光を受けて一面にきらめく冬の滑らかな氷を思わせる配色になっているそうです。まぶたのスウォッチをまとめるとこんな感じです。4色全体を通して粉質は割とサラサラっとしていました。サラッとしているので粉飛びが心配だったんですけど、ブラシをなじませてから使うと気にならなかったです。あと色味としては彩度低めっていうんですかね。カラーが際立つような配色ではなくって、シックでクールなマットの陰影に氷のきらめきのようなキラキラを添えるみたいなパレットかなという印象です。似た色比較です。手持ちだとヌードディップと限定のメタルラストと似ているかなと思いました。ヌードディップとは色の鮮やかさがあんまりないっていう点では似ていますが、質感が全然違います。ヌードディップはよりパールっぽい仕上がりで、主に面で光っています。ルミエールディビエールは主に表面で微細な多色パールがチラチラっと光る質感かなと思います。メタルラストと比較しました。メタルラストはルミエールディビエールと比べてブラウン感があって、キラキラのベースカラーにそこそこ色があって、あと一粒一粒のラメ感が強いかなと思います。ルミエールディビエールは多色パールが細かくて、本当に日光で雪が照らされて無数にチラ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 っと輝くような、そんなきらめき感があります。ではメイクをしていきます。メイクは2パターンしてみました。まずトム・フォードのアイシャドウプライマーをのせてから、プライマーのペトペト感を落ち着かせるためにパレット左上のマットベージュを軽くのせました。次にパレット右下のマットブラウンを二重幅、下まぶたは目尻から1/3分の1くらいまでのせました。ブラシをブレンディングブラシに変えてぼかしました。パレット右上のトープシマーを上まぶたの真ん中に、下まぶたにも少しのせました。パレット左下のシルバーシマーを目頭にのせました。マスカラをしてブラウンのアイライナーで上まぶたの粘膜を埋めて、目頭の石灰ラインを少し引きました。仕上がりはこんな感じです。トープシマーのベースの色味が出てくるのか、少しカーキっぽい仕上がりになりました。顔を動かした時のチラチラと輝く感じが、やっぱり冬の限定アイシャドウって感じで気分が上がります。2つ目のメイクです。もう少し軽やかなメイクにしたくて、トープカラーは控えめに使いました。
まずアイシャドウプライマーをのせてから、プライマーを落ち着かせるためにパレット左上のマットベージュを軽くのせました。あんまり濃くしたくなかったので、パレットのマット2色を混ぜて手の甲でブラシをなじませてから二重幅にのせました。この2色が混ざると赤みはどこかに行ってしまう感じで、グレーっぽい雰囲気ができました。下まぶたも目尻から1/3分の1ぐらいまで同じカラーをのせました。パレット左下のシルバーシマーをふわふわのブラシに軽く取って、上まぶたにベールをかけるようなイメージで軽くパールをのせました。もうちょっとキラキラを足したくて、同じカラーを指で取って上まぶたの真ん中のまつげの生え際の近くだけ塗りました。このパレットがクールトーンな仕上がりになりやすいので、赤みをちょっと足したくて赤いアイライナーを粘膜と目尻に引きました。充血っぽくならない程度に綿棒でぼかしました。でパレット右上のトープカラーをアイライナーの赤色が目立ちすぎないようにアイライナーの上にかぶせました。マスカラをしてパレットのマットカラー2色を混ぜてアイブロウにも色をのせました。仕上がりはこんな感じです。赤いアイライナーを使って血色感も感じるメイクにしてみました。メイク2つを比べるとこんな感じです。左がトープシマーメイン、右がシルバーシマーメインです。どちらにしても青みを少し感じるシルバーっぽい仕上がりになりやすいです。アイライナーとかで工夫するとメイクのバリエーションが増えるのかなと思いました。レビューです。キラキラがやっぱり綺麗だなって思いました。このコレクションの説明でも言われている通り、雪がチラチラっと輝く時のような無数にキラ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 っとしてくれるようなパール感なんですね。でお見せしたメイクでは4色を使いましたが、もっとシンプルにメイクしても軽やかに仕上がるのかなって思います。粉質はさらっとしているので、アイシャドウがよりやすい私としては二重幅にたまりにくくて良かったです。パールが散らばるんじゃないかなって心配だったんですけど、特に気になることはなかったです。ネガティブポイントとしては、クールトーンが苦手な方は使いやすくはないのかなと思いました。グレーのアイシャドウは入っていませんが、色を重ねていくうちになんとなく青みのある薄いグレーっぽい仕上がりになります。それが冬っぽくて素敵だし、個人的には自分の茶色い瞳がより透き通って見える感じがして好きなんですけど、クールトーンが苦手な方はこのパレットは苦手かもしれないなとは思います。私なりに使うコツとしては、赤いアイライナーなんかを使って血色感を足すとか、あとは服をシンプルなモノトーンにしたりするとしっくりくるんじゃないかなって思います。あとパッケージについてなんですが、いつもは箱に型番のシールがついてるんですよね。それを剥がしてパッケージの側面に貼ることで型番を見分けていたんですけど、このカラーにはシールがついてなかったんですよね。でそういう風に仕様が変わったのか、イギリスで流通しているものがそうなのかちょっとわからないんですけど、その点は地味に残念でした。個人的には手持ちのアイカラークォードと質感や色味が被ることがなかったし、雪景色のようなキラキラをゲットできてよかったです。購入を検討されている方の参考になれたら嬉しいです。こんな感じでこのチャンネルでは購入品のレビューや私なりのメイクのコツなどをお伝えしています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをいただけると嬉しいです。特にコメントは次の動画を作る励みになっています。お気軽にコメントをいただけると嬉しいです。ではではまた、バイバイ。